ボイストレーナーのつるさんです。皆さんいかがお過ごしでしょうか？今回の動画はですね、MIAIの海老原つづみさん、オーディション当時から国宝級の歌声というふうに言われていたわけなんですけれども、日プ時代から現在までの海老原つづみさんの歌声の変化、こちら気になりますよね、皆さん。なので今回はですね、またもや海老原つづみさん歌声集という動画をですね、自分で作りまして、それを見ながら細かすぎる歌声解説していきたいと思います。つるさんのラボネボーカルルーム。さあ、海老原つづみさんの歌声なんですけれども、以前コメントの方でまだ日プガールズがやっていた時期なんですけれども、海老原つづみさんが歌うヒーローが素晴らしすぎるのでという風なコメントをいただきまして、こちらの動画公開しております。ただそちらの動画はですね、ヒーローについてのみその時の感想を述べている動画になっているんですけれども、今回はですね、時系列順にですね、解説していき、最後は最新曲クリックの海老原つづみさんパート、こちらまで解説していきたいと思います。時系列順となっていますので、海老原つづみさんの歌声の変化、わかりやすい内容となっていると思いますので、皆さん最後までぜひお付き合いよろしくお願いします。つるさんのラポネボーカルルーム、こちらのチャンネルは私、つるさんが大好きなMIAI、JO1、INI、ラポネ所属アーティストの魅力をボイストレーナー目線で伝えるリアクション動画と歌声解説動画をメインで公開しているチャンネルです。今の話を聞いて気になった方はぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それでは早速MIAI海老原つづみさん歌声解説していきたいと思います。素晴らしいですね。さすがデビュー前で国宝級の歌声って言われるだけありますよね。このつづみさんのですね、声の出し方、一番すごいなと思ったのが、歌の基礎である腹筋の使い方、ここがですね、抜群にうまいんですね。腹筋を使ってしっかり声が出せるということは、体の余計なところに力を入れることなく声を出すことができるので、声の響きもいいし、声量も大きくなる。で、高い声も出しやすいっていいことだらけなんですよ。腹筋を使った声、ここに注目してもう一回聞いてみましょう。何々ってね、言っちゃうぐらいね、すごいインパクトのある歌声ですよね。そしてね、声質も明るいし、とっても素敵な声です。次いきますよ。低いところの音域もね、言葉がしっかり聞こえてきますよね。これはですね、言葉の子音を普段の会話以上にはっきりと発音してるっていうところがまず一つ。で、声の響きがですね、明るいじゃないですか。これはすごくね、聞いててウキウキするような声質だったりもするんですけど、言葉の輪郭をくっきりさせるという効果もあります。あとはですね、しっかりと鼻の中、鼻腔共鳴ですね。こちらの声の響き使ってるので、それもあってね、声が明るくて言葉が聞き取りやすい歌声っていう感じですね。もう一回聞いてみましょう。歌のね、リズム感もバッチリだし最高ですね。次いきますよ。まだね、この段階だと踊って歌うことにちょっとだけね、慣れてないような雰囲気ありますけど、でもよく聞かないとね、わかんないぐらいですよね。素晴らしい歌声。もう一回聞いてみましょう。笑顔が素敵ですね。こうね、笑顔で歌ってるから、声質がね、明るくなってる。ここが一番大きいのかな。声っていうのは顔の表情に比例するんですよ。明るい表情で歌えば明るい声が出るし、暗い表情で歌えば暗い声が出るし。なので、歌のね、感情表現っていうのは、表情を変えるだけで、実際は
自分の伝えたい感情を伝えられるって言っても過言じゃないぐらいですね、表情が声に及ぼす影響って大きいんですよね。この時まだ16歳ですよ、鼓さん。16歳でこの歌声は本当に化け物級ですね。次行きますよ。もうね、ここに出てますよね。スピードのボディーソウル。こちらの鼓さんパート抜粋したので、解説していきたいと思います。行きますよ。一回止めますよ。先ほどのワナビーに比べてだいぶ声が安定した感じがありますよね。先ほどもね、しっかり腹筋を使って声を出していたので、ものすごいパワフルな声だったんですけど、僕が聞いた感じ、想像するとっていう感じなんですけど、息のね、吸い方がワナビーの時よりも格段に上達してるのかなと思います。腹式呼吸ですよね。で、結構歌を上達するための練習方法として、軽く見てしまう人がね、結構多いんですけど、声っていうのは息をですね、吸った段階で出ていく声の7割以上決まってしまうと言っても過言じゃないぐらいですね、息の吸い方ってすごい重要で、息の吸い方が悪いと腹筋が全然使えないっていう場合もあるんですよ。それが胸式呼吸っていう歌ではあまり使わない呼吸法なんですけど、なので、ワナビーから今回のボディ&ソウル、この期間でですね、鼓さんはですね、腹式呼吸が格段に上手くなったんだと思います。もう一回聞いてみましょう。すごい声のね、安定感が増していますよね。一つの音をですね、まっすぐブレることなく伸ばせるようになってるんですよね。これはしっかりと息を吸って、しっかりと腹筋を支えにして声を出さないとできない技術ですので、やっぱりね、呼吸法が格段に上達したんだと思います。次行きますよ。うわーこういうね、R&B ボーカリストとかがよく使うようなフェイク。これもね、かなりの高等技術なんですけど、この年でこれができるってすごいですね。どんな曲を今まで練習してきたのか非常に気になるところですね。そのすごい高等テクニックフェイク。もう一回聞いてみましょう。おい。すごいね。これはどうやっているのかというと、ちりめんビブラートっていうビブラート、皆さんご存知ですか？ビブラートって大きく揺れるビブラートと、あまり揺れない、このぐらいの揺れ幅のビブラートと、あと小刻みに揺れる、っていうこういうビブラート。今3回目にやったのが、ちりめんビブラートと言われるビブラートで、このちりめんビブラートをやりながら、実際に声に出してるのはこういうね、ぼやっとした音階なんですけど、そこに一緒にビブラートをしてあげることによって、一つ一つの音の輪郭をはっきりと出すという、そういったテクニックなんですよ。これね、すごいですよね。いやー、恐ろしい。さすが国宝級。次行きますよ。一回止めます。子音の発音がですね、ものすごく強いですよね。痛いこととか、とかね、こういう、みたいな。こういうシーンがね、シーンだけやるとね、よくわかんないかもしれないんですけど、こういうアップテンポな曲っていうのは、シーンをね、大げさに出した方がかっこよくなったりするので、そこをうまく捉えて歌ってんじゃないかなというふうに思います。もう一回聞いてみましょう。怖がら、こことか、らーとかね、しゃくってフォールに行ったりとか、細かいテクニックがね、いっぱい入ってますよね。素晴らしいです。次行きますよ。同じステップの、ここで音は上がっているのに声質が全く変わっていないじゃないですか。ここ鼓さんどういったテクニックを使ってるかというと、声を出す方向をですね、統一しているんですよ。で、人っていうのは音が高くなると声を上方向、低くなると声を下方向に向かって出すっていう特徴があります。特徴っていうかね、こういう風な声の出し方をする人がめちゃくちゃ多いんですけど、でもそれをやってしまうと、
上に上げると声が細くなって、下に下げると声が太くなるっていう風なね、そういった声質になるんですよ。で、そこで先ほど言った声を出す方向を統一してあげるとどうなるか。音が高くなっても低くなっても声質が変わらないんですよね。で、僕は個人的にですね、プロは今の技術は必須テクニックだというふうに思っていて、じゃないと A メロは太い声、サビは音域が上がって細い声みたいなね、一曲の中で二人が歌ってるみたいな現象が起こってしまいますので、今のね、声を同じ方向に向かって出すっていうテクニックが絶対必要だっていうふうに思ってるんですけど、鼓さんはですね、もうこの段階でそのプロのテクニックを習得してるんですよね。いやー、すごいね。もう一回聞いてみましょう。ね。全然声質変わんないでしょ。これね、同じ方向に声を出してるんですよ。で、めちゃくちゃこう声が乗ってる感じがするじゃないですか。かっこいい感じっていうかね。この雰囲気を表現するためには全体的にちっちゃいつが言葉と言葉の間に入っています。これを音楽用語的には休符という言葉で音をね、鳴らさないっていう部分がですね、合間合間に入ってるんですよね。例えば、生きてることさえ、こことか、生きてることさえ、これがちっちゃいつが入ってるバージョン。ちっちゃいつを入れた方が全体的に弾んだ雰囲気が出ますよね。こういう風にですね、鼓さんは歌ってるんですね。なので、かっこいい雰囲気だったり、弾んだような雰囲気が歌に出ているっていうね。いろんなテクニック使って歌ってますね。次いきますよ。素晴らしい高音ですね。この辺になるとミックスボイスっていう声を使っていると思います。ミックスボイスっていうのは何かというと、地声と裏声の中間の声。これですね。で、習得がすごく難しくて、YouTube のボイトレ系の動画だったり、あとはね、その他の SNS のボイトレ系の動画でもね、すごい人気の動画だったりするんですけど、その練習法の動画がね。ミックスボイスができると、今まで地声じゃ出なかった分をミックスボイスに切り替えてあげて、さらに地声を出してるような感じで高い声を出すことができるんですよ。しかも、半分裏声の要素がね、混ざってるので、喉にも負担がかかりにくいので、高い声を出して声が枯れるっていうのが、ものすごく減ります。そういう声なんですけど、練習法としてはね、僕今ね、一番おすすめしてるのはリップロール。これをね、ひたすらやっていると、地声と裏声だんだん混ざってきますんでね、気になる方ぜひやってみてください。で、このミックスボイス習得するのに僕何年かかったんだっけな ?6 年ぐらいかかったんですよね。完璧にコントロールできるようになるまで。でも、鼓さんも使ってますよね。もうね、本当に日頃からね、歌を歌っている子なんだと思います、僕は。じゃないとね、16歳でこのテクニックはありえないですね。本当にもう信じられないぐらいすごいです。熱くなってね、いっぱい話してしまいましたけど、もう一回聞いてみましょう。この針がないのあたりがミックスボイスですね。そのね、手前もミックスボイスの箇所があったんですけど、針がないってところが一番わかりやすいかな。なので、ものすごい高い音域歌ってるのに全然辛そうじゃないですよね。最近僕もね、アイドルにこう歌を教えてるんですけど、まだ歌を始めて1年未満っていうこともあってね、やっぱりまだまだ伸びしろがたっぷりある子たちなんですけど、やっぱりね、ミックスボイスは習得しなきゃダメだな、アイドルはっていうふうに思ってます、最近。高い声をね、地声で張っちゃうと可愛くないので、ほんとそれだけの理由なんですけど、最近ね、どの曲歌っても高いじゃないですか。なので、高い声をね、可愛く歌うためには、ミックスボイスの習得はこれ必須なんじゃないかなと思ってね、最近ね、そういうボイトレもやってます。余談でした。じゃあ次行きますよ。ここもね、ミックスボイスだとは思うんですけど、地声の質感がめちゃくちゃ強いですよね。で、ミックスボイスも色々あって、地声成分の多いミックスボイス、裏声成分の多いミックスボイス、大きく分けるとね、この2つがあるんですけど、地声成分の多いミックスボイスを今ね、鼓さんが使っていたと思うんです。で、このミックスボイスを使うために意識すべきことはですね、前方向に向かって声を出すというイメージ。前方向に向かって声を出すと声って強くなるんですよね。で、逆に後ろ方向に向かって声を出すイメージで歌うと柔らかい声になります。裏声成分の多いミックスボイスになるというかね。
地声だったら柔らかい声になる。こういう風に声質使い分けることもできるんですけど、今のポイントは、鼓さんおそらく前方向に向かって声を出すイメージでミックスボイス出していたんじゃないかなという風に思います。もう一回聞いてみましょう。すごくね、力強い声ですよね。もうね、真正面に声出してるんじゃないかなっていうぐらいね、強い声でした。じゃあ次行きますよ。すごい下がっている。ね、ここで音域下がったんですけど、さっきのサビのところと声質全く変わってないですよね。これが先ほど言った音域が変わっても声を出す方向を変えないっていうことですね。じゃあ先ほど言った強い声の時のイメージと方向、これどういう風な関係性になってるのかっていう風にね、思った方いると思うんですけど、あくまで声はこういう方向に飛んでるんだけど、こういう風に飛んでるイメージのまま、例えば目の前にいる人に届けるみたいなイメージ。この2つのイメージが存在してくるんですよ、今度は。非常にね、難しい話なんですけど、だからね、これをしっかりと身につけて歌っている鼓さんはね、ものすごいんですよ。なのでね、僕はさっきからずっとびっくりしてるんですけど、もう一回聞いてみましょう。すごい下がっている。今ね、あえて先ほどのサビのところから今のね、音域が下がったところつなげて流してみたんですけど、声質変わってないですよね。こういうことなんですよ。最初に、例えば、斜め上に向かって声を出すっていうイメージで歌ったら、もう音域が変わってもそれは決して崩さない。それで一曲歌い終えるっていうね、そういった集中力だったりも必要ですし、日頃からね、そういうトレーニングをしてるんじゃないかなというふうにね、僕は思うんですよね。で、いつもだったら最初に言ってるんですけど、鼓さんの声の成分の割合、これをね、ちょっと解説しようと思います。人の体にはですね、三大共鳴ポイントっていうものがあって、肺の中の胸腔、で、口の中の口腔、で、鼻の中の鼻腔、この3つがあるんですけど、鼓さんの場合はですね、口と鼻がメインになってるかな。で、声を最低限支えるために胸腔の支えを使っているって感じ。2対4対4ぐらいかな。こんな感じの割合で声を出してると思います。で、このね、声の成分の割合作るためには、それぞれに特化したボイトレをやって感覚掴んでいかないとですね、なかなかコントロール難しいと思うんで、胸腔の響きはですね、ほの口で、喉をあくびの喉にします。で、ほ、ほ、ほ。これでこの辺がビリビリする感覚がわかると思うんですけど、これが胸腔の響き。で、口腔の響きっていうのは、簡単に言うと口の大きさですね。口をしっかり開ける。で、表情だったりで、ニコッと笑えば明るい響きになるし、笑わなかったら暗い響きになる。で、口は奥もありますので、口の奥の広げ方。そうすると、は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 。こういう風なね、響きのコントロールができるようになってきます。で、鼻腔っていうのは簡単に言うと鼻声です。うん、うん、うん。これを、これが鼻腔の響きですね。なので、この3つ、もし気になる方はぜひやってみてください。次いきますよ。全部、イエイの頭のところにアクセントが来てるなっていう感じの歌い方だったと思います。イェイ、イェイ、イェイ、イェイ。最後のイェイだけ違うか。イェイ、しゃくってるから、そのしゃくり終わったところがアクセントになってるかなっていう感じですね。もう一回聞いてみましょう。イエーイ2回しゃくってんのか。こうしゃくり終わったところの上がった音の2つがアクセントですね。最後のフレーズは。だから鼓さんみたいな感じで歌いたい方はですね、そのアクセントの位置に気をつけて歌ってみると、鼓さんみたいな雰囲気出てくると思うんで、ぜひやってみてください。次いきますよ。で、この高いところだけ、ちょっと先ほど言った響きのバランスが変わるんですよね。鼻が中心になってくるというか。で、ミックスボイスで高い声を出したい場合は、鼻にですね、声を多めに送ってあげると、声をコントロールしやすくなるんですよね。おそらく、鼓さんはそういった狙いで、高いところ、鼻に声をね、いっぱい送ってるんじゃないかと思います。その時の声、聞いてみましょう。両手を、のこの、おから鼻に声を多めに送ってあげてる声ですね。で、次も同じフレーズが来ますんで、そこも同じことやってたら確認できるかな？聞いてみましょう。
同じ感じでしたね。鼻にしっかりと声を入れて高い声を出してあげる。で、この時に結構つまずいちゃうのが、鼻にいっぱい声を入れた方がいいからといって、そっちに意識を向けてしまって、腹式呼吸をおろそかになってしまって、できなくなってしまうパターン。これ非常に多いんですよ。あくまで歌の基本は腹式呼吸と腹筋の使い方ですので、優先順位としては息の吸い方、そして腹筋で鼻意識。この順番ですね。鼻意識が一番に来てしまうと、いくら練習してもね、なかなか上達しないので、ぜひ腹式呼吸が一番大事。これをね、覚えておいてもらえたらなというふうに思います。じゃあ次はですね、もう伝説的な歌ですよね。安室奈美恵さんのヒーロー。じゃあこちら行ってみましょう。なんか回を重ねるごとにパワーアップの振り幅がでかいですよね。どうすればこんな短期間で歌が上手くなるのか、すごいびっくりしてます。肺活量が増えたのかな？吸う息の量が増えると、先ほど言った三大共鳴ポイントの胸腔、肺の中の空間が広くなりますので、その分声が響くんですよね。声が響くっていうことは声量が上がるっていうことなので、呼吸のトレーニングをめちゃくちゃ頑張ったんじゃないかなというふうに思います。もう一回聞いてみましょう。腹筋じゃなくて、腹筋も使ってるんですけど、腹筋と背筋でこう、挟むような感じで声を支えてる感じがしますね。これをやるとですね、高い声めちゃくちゃ安定するし、腹筋だけよりも体に力が入らないので、声がめちゃくちゃ響くんですよ。ここは低い方のメインメロディーが鼓さんですかね。すごく低い音なのに言葉がね、しっかりと聞き取れますよね。これは先ほど言った声の方向もそうですし、言葉をしっかりと発音している、特に子音ですよね。ここを気をつけて歌っているので、低い音なんですけれど、歌詞がね、しっかり聞き取れるぐらいはっきり聞こえるという風な歌声になっています。もう一回聞いてみましょう。しずくさんとのね、完璧なね、ハーモニーですよね。素晴らしいです。じゃあ次行きますよ。今見ましたか？マイクを使ったフェードアウト。これができるぐらいね、余裕を持って歌ってるってことですよね。で、複数人でですね、歌う場合っていうのは、マイクと口の距離感で自分の声の大きさを調整したりするテクニックもあったりするんですよ。今まさに鼓さんがそれをやってましたよね。どれだけ場数を踏んできたんだっていう感じなんですけど、で、やっぱり腹式呼吸が格段にレベルアップしてるから声がよく伸びる。もう一回聞いてみましょう。いいですね。このね、声がどんどんね、遠くになっていくっていう、これ声だけのフェードアウトだと表現できない質感だと思うんですよね。単純に音量が小さくなったじゃなくて、声が自分からこう遠ざかっていくような雰囲気が今表現されてましたもんね。いやー、最高ですね。次行きますよ。今ね、一瞬のワンフレーズなんですけど、声に、ここのハモリが鼓さんかな？で、ハモリを歌うときに大事にしなければいけないこと。それがメインのメロディーよりも目立つ声質でハモってはいけないっていうことですね。あくまでメインメロディーがいてのサブのハモリなので、声質とか声の存在感だったりね、そういう部分に非常にこう気をつけなきゃいけないんですけど、そこで今、鼓さんどんな声を使ったかというと、ウィスパーボイスですね。声全体を息の音で包み込んだ声質を使ったことによって、メインメロディーよりも一歩後ろに弾いた声質。これをですね、実現してるんですね。もう一回聞いてみましょう。一瞬だからね、ちょっとわかりにくいかもしれないんですけど、声にっていう風にウィスパーボイスを使っていました。ここまででね、ものすごい数のテクニックを披露してくれたんですけど、そこが知れないですね。次行きますよ。
ここで一回止めます。ここでさっき使ったウィスパーボイスがちょっとだけ入ってますよね。パワフルな声から優しい声質まで、もう表現の幅がめちゃくちゃ広い。もう一回聞いてみましょう。すごく感情が伝わってきますよね。で、鼓さんの表情もね、すごくこう気持ちを込めてるっていう表情が、今のね、歌声の感情を増幅させるような素晴らしいポイントでした。じゃあ次行きますよ。ここのパートは、鼓さんがハモリに行ってんのかな？メロディーに行ってからハモリに行く。ものすごい音感ですね。やばいですね。もう一回聞いてみましょう。おそらくそうですよね。雫さんがメインメロディーを歌って、鼓さんが上のハモリを歌ってるって感じですよね。やっぱりね、鼓さんと雫さんのこのハーモニー、もうリズムも完璧だし、声質もね、すごくこう混ざりやすいような声質で、すごく綺麗なハーモニーですよね。いやー素晴らしい。次行きますよ。これはね、ちょっと遠目でわかんないんですけど、これは多分ね、全力の鼓さんの歌声だと思うんですよ。もうね、メインで歌ってもおかしくないぐらい強い声だったと思うんですけど、おそらくマイクをね、ちょっとだけ横にこう外してんじゃないかなっていうふうに思います。こういうライブとかで使うマイクってダイナミックマイクって言われる種類で、今ちょっと急遽用意したんですけど、マイクありますよね。で、これダイナミックマイクって言われる、カラオケとかにも置いてあるやつだと、同じ種類のやつなんですけど、実はここの部分しか音を拾ってくれないんですよね。なので、ここの部分を口に当てるっていうのが正しい使い方なんですけど、これが5センチ横にずれただけで、実はマイクに入る声の量っていうのは3分の1ぐらい減ります。もうほんとね、このぐらいの差でね、全然声量が変わってくるんですよ。スピーカーから出る自分の声のね。で、おそらく鼓さんは、すごくここで盛り上げたいから全力の声を使います。でも、全力の声でハモったらメインメロディーよりも目立っちゃうから、マイクをちょっと横にずらして声のパワー感を残しつつ声量を下げる。そういった作戦だったんじゃないかなというふうに思うんですよね。もう一回聞いてみましょう。じゃないかな。実際ライブで、僕昔ね、コーラスグループやってたんですけど、ライブでこの手のハモリをやりたい場合、僕はマイクをね、若干こう遠くするんですよ。口にこう近かったのを10センチぐらい離すというかね。でもこの映像を見る限り、そこまで口からマイク離れていないし、多分ね、5センチぐらい離したところで、鼓さんの声は多分マイクに入るぐらいの声量だと思うので、横に若干ずらしてんじゃないかな。これね、あくまで推測なんですけど、だと思います。間違ってたらすいません。次行きますよ。すごいね。さっきのサビのハモリと同じ声のパワー感で今メインメロディーを歌ってますよね。だからね、やっぱさっきのハモリは自分がメインなんだっていう感じでね、歌ってたと思うんです。で、今度はしっかりとマイクに声を入れて力強く歌ったっていうね。いるよーのこのルーのところがすごい高いですよね。もう完璧ミックスボイスですよね。ふわっと出してるじゃないですか。これって腹筋よりも背筋に力を入れて声を出す感じで歌うと、声の張り感だけ残しつつ、楽に高いね、声を出せたりするんですよね。もう一回聞いてみましょう。このね、いるよのルの音、背筋を使って力をですね、思い切って振って抜くんですよね。そうすると、綺麗にミックスボイスになったりするんですけど、おそらくね、鼓さんそのテクニック使ってると思います。次行きますよ。これがね、フェイクですね。メインメロディーがいる上で、
違うメロディーを歌う。今、鼓さんが歌ってるのはそのね、違うメロディーの方。歌ではフェイクって言ったりするんですけど、楽器とかになるとね、カウンターメロディーなんていう風なね、感じで呼ぶ人もいますね。もう一回聞いてみましょう。しっかりね、タラタタタタタタタアクセントも忘れずにしっかり歌ってますね。次いきますよ。こういうのね、R&B とかの一番最後の盛り上がったサビとかでよくある流れですよね。さっき言ったメインメロディーがある上でフェイクがこう流れて、一番こうかっこよく聴かせたいところはハモリになるっていうね。そういうポイントでした。もう一回聞いてみましょう。いやー、すごいね。すごいね。16歳。何回も言いますけど、この時まだ16歳です。本当に国宝級ですね。次はですね、and me。こちらの鼓さんパート抜粋しましたんで、聞いていきたいと思います。もう声にね、大御所感が出てきましたよね。なんか落ち着きがというか、安定感がね、ものすごく増して、もうこの段階で、プロですポンって出しても、誰も疑わないぐらいのね、歌声ですよね。もう一回聞いてみましょう。来たーってところがね、僕はすごい好きで、これ。かわいい。すごくかわいいですね。いやー、いいね、いいね。この鼓さんパートを抜粋してる中で、僕はね、このand meのところでもう何回も感動してね、泣きそうになりながらこう編集してたんですけど、いやー、素晴らしいです。次行きますよ。リズムの取り方が劇的に変わりましたよね、このタイミングで。今までは表拍といって、1、2、3、4。このね、表拍でリズムを取って歌っていたんですけど、この and me のタイミングで裏拍、1、and 2、and 3、and 4、and のこの and の部分、裏拍って言うんですけど、裏でリズムを感じて歌うようになりましたよね。これが先ほど言ったプロの雰囲気。ここに繋がってるんだと思います。で、裏で取らないと本来の曲のリズム感だったり、スピード感、かっこよさっていうのが生まれてこないんですよ。なので、ここで劇的に変わりましたね、リズムの取り方が。もう一回聞いてみましょう。もうどんどんね、歌声がこう前へ、前へっていう風なね、そういったかっこよさありますよね。これリズムの取り方がすっごい変わりました。じゃあ次行きますよ。君、こう、君じゃなくて、君みたいなニュアンスで歌ってますよね。こうちっちゃい、が入ってるんですよ。このを入れることによって、可愛い雰囲気が出てますよね。もう一回聞いてみましょう。ほら、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 ほら。これがね、可愛いですよね。次行きますよ。We just like a ここも単語単語の間にちっちゃい「つ」が入ってるんですよね。それがこうブレーキ感っていうかね、こうグッグッってこうね、言葉ごとにこう止まったような感じがしてめちゃくちゃかっこいいですよね。もう一回聞いてみましょう。かっこいいね。で、裏でリズムを取ると、先ほど言ったちっちゃいつをどこで入れればいいのかとか、ここの子音を強く言った方がかっこいいのかっていう風な、そういったのがね、わかるようになってくるんですよ。で、逆に言うと先ほど言った表、be just like a みたいな感じでリズムを取って歌ってしまうと、休符の位置だったり、アクセントの位置っていうのが絶対にこう理解できないので、裏でリズムを取る練習って歌を歌う上ではものすごい重要なことなんですよね。なので、鼓さんみたいな歌い手を目指している方はですね、リズムのトレーニング、こちらも歌のトレーニングと同じぐらい練習した方がいいと思います。次いきますよ。
見てー。ここのね、てーのこのしゃくりがね、めちゃくちゃいいですよね。いつもやってるしゃくりよりも、スピードを若干ね、遅くしてるんですよ。遅くすることによって、レガートって言って、こうね、ここの音からここの音までの間をこうゆっくりこう行くんですけど、このね、登ってる途中に、合ってる音と合ってない音っていうのが生まれて、その雰囲気がですね、音楽的にめちゃくちゃかっこいいんですね。すいません、細かいところまで。もう一回聞いてみましょう。いいね。かわいい。すごくかわいいですね。次いきますよ。ここも先ほどと一緒ですよね。巻き起こして、ここもちっちゃい「つ」が入ってますよね。もう一回聞いてみましょう。いや、このね、スピード感にしっかり合った歌い方ができるって、これね、結構難しいと思うんですけど、完璧に自分のものにしてますよね。素晴らしい。次いきますよ。ここの歌い方はですね、めちゃくちゃシンプルに歌ってますよね。Take me, you and me. ほんと、明るいっていう感情を前面に出して、で、特に歌のね、難しいテクニックとか使わず、こう、さらっと歌ってるような感じですよね。もう一回聞いてみましょう。ね。こう、さらっと歌ってね、こう、気の抜きどころというか、そんな感じのポイントなのかなっていうふうに思います。じゃあ次いきますよ。ここも一緒かな。こうさらっとね、歌って。もう全部が全部ね、力を入れて歌ってしまうと、曲自体がね、全体的にこう、くどい感じになってしまうので、やっぱりこういうね、抜きどころみたいなポイントって絶対に必要なんですよね。ここがね、そのポイントだと思います。次いきますよ。すごくね、後半になってこう、感情がものすごくこう、込められてる感じが出ているポイントかなというふうに思います。もう一回聞いてみましょう。このね、語尾のね、みたいなこう、フォールがね、めちゃくちゃセクシーですよね。もう一回聞いてみましょう。いいね。語尾がいいね。じゃあ次いきますよ。もう最後にね、感情大爆発っていう感じが出てましたよね。で、歌を歌っていくと、やっぱ曲前半よりも曲の後半からラストにかけてっていうのが一番こうね、やっぱり疲れるポイントっていうかね。で、疲れてくると呼吸も乱れてくるし、だから集中力だったり、絶対に歌い切るんだっていうね、気持ちがすごく重要になってくるんですけど、その気持ちが感じられるポイントかなというふうに思います。もう一回聞いてみましょう。すごくね、こう、魂で歌ってるみたいなね、雰囲気がすごくかっこいいし、可愛いですよね。次いきますよ。いいね。同じフレーズがね、何回も出てくるんですけど、全部が違う歌い方をしてますよね。違う感情が込められているというか。だから雰囲気が違ってね、その違いを想像して聞いてるとすごく楽しいですよね。もう一回聞いてみましょう。特にね、見ててのところはすごくこの切ないような感じで歌っていて、本当に魂で歌うタイプのボーカリストなんだなっていう風に思います。次いきますよ。もう多分ね、終わった後に何を考えて歌っていたのっていう風に質問したら多分ね、何も覚えていないって言うと思います。こういう状態をフロー状態って言って、もうね、ライブ中の記憶がなくなるんですよ。ただライブ中の記憶はないんですけど、自分の中でもう最高のパフォーマンスだったり、最高の歌が歌えてる瞬間ってそのフロー状態だったりするんですよね。僕がもう見た感じなんですけど、今、つづみさんは、先ほど言ったフロー状態に入ってるんじゃないかなというふうに思います。もうね、表現の幅が化け物すぎる。やばいですね。もう一回聞いてみましょう。最高ですね。いや、素晴らしいです。次いきますよ。ね、最後のね、フライのところがもうね、先ほど言ったフロー状態に入ってるっていう、もうね、確証が持てたポイントですよね。もうあの声は、多分感情 100% ですよね。もうね、テクニックとか、
いい声の出し方とかそういうのをね、全く考えていない声だと思います。もう自分の気持ちを伝えるんだっていうね、ただその一心で歌っていたんじゃないかなというふうに思うんですよ。もう一回聞いてみましょう。いやー、すごい声だ。すごい声だ。いやー、やばいですね。次行きますよ。行きます。で、先ほどのね、感情100% の気持ちをここでも表現してんじゃないかなというふうに思います。いやーもうここまで来ると、ボイストレーナーとしての歌声解説というよりももう感情論になってしまいますよね。いやー素晴らしい歌です。もう一回聞いてみましょう。いやー素敵ですね。あえて解説すると、バタフライ見てて、ここをね、歌い直してるところがね、すごくね、甘えてるような感じがして素敵ですね。次行きますよ。で、ここまでの表現をすると、若干音程がね、よく聞かなきゃわかんないぐらいのズレなんですけど、一箇所だけね、あったんですけど、それが逆にかっこよく聞こえますよね。実は音程っていうのは、ちょっとぐらいね、ずれただけじゃわかんないんですよね。僕の中の感じ、っていうかね、実際僕の音楽的な師匠っていう風に思っているメジャーでね、プロデューサーとして活動されてる方がいるんですけども、その人が言ってたんですよね。音程なんて意識して練習したら上手くなんねえぞみたいなこと言われたんですよね。その言葉をね、今思い出してしまうぐらい、音程がずれた方がかっこいいかもしれないなんてね、そんな気持ちになったポイントがありました。もう一回聞いてみましょう。巻き起こしてのこの巻きおの音がほんのちょっとだけずれたんですよ。もう鍵盤だと表現できないぐらいの音幅なんですけど、それがね、味が出てめちゃくちゃかっこいいんですよね。もう本当にわざとこの音を使ってるんじゃないかっていうぐらいかっこいい。そういうのもね、気持ちが前面に出ていないと起きない現象だと思いますんで、やっぱり歌って気持ちが大事だなっていう風に思いましたね。次は MII のクリックから、鈴見さんのパート抜粋しましたんで、解説していきたいと思います。いきますよ。ここは全体的にですね、一つ一つの音を大事にしっかりと伸ばしていくみたいな感じの歌い方になっていますね。最後の音だけ、ちょっとだけしゃくりが入ってるぐらい。曲調的にそういったね、歌い方の方が多分ね、合うっていう風な考えのもとそういう風に歌ってるんだと思います。もう一回聞いてみましょう。で、最後の方のすよ、ここだけ早いしゃくりが入ってるんですよね。なので、フレーズの後半はね、すごい疾走感があるっていう風な表現の仕方だったと思います。次いきますよ。ここも we can この we のところでしゃくりが入ってますよね。その他は一つ一つの音を大事にしっかりと伸ばしていくっていうポイント。もう一回聞いてみましょう。で、今聞いて思ったんですけど、いいの後に一回息継ぎが入ってるかな、ブレスって言うんですけど、いいしょなら、みたいな感じの歌い方っていうような気がします。もう一回だけちょっと確認させてください。吸ってない、吸ってなかったですね。ごめんなさいね。バックの楽器の音がちょっとね、息継ぎの音に聞こえちゃいましたね。失礼しました。次いきますよ。輝き出すストーリー。ここね、しゃくりがこういっぱい入ってますよね。サビに向かって盛り上げていくっていう風な表現方法なんじゃないかなという風に思います。もう一回聞いてみましょう。やっぱしゃくることによってね、スピード感が出てこう盛り上がった感じしてきますよね。おそらくそういう狙いなんじゃないかなという風に思います。次いきます。
そう、ここね、すごいんですよ。こうね、鼓さんのフェイク。高い音を歌っているっていうのはもちろんすごいんですけど、僕は個人的に高い音以上に、ロングトーン、一つの音をですね、ブレることなくしっかりと伸ばしてる。ここがね、すごいなと思って、実はロングトーンをブレることなく伸ばして歌うって、すっごい難しいんですよね。で、大体の人がロングトーンが来たりすると、ビブラートとかしちゃうじゃないですか。ビブラートをしちゃうと、まっすぐ音程をキープする必要なくなるんですよね。ビブラートをしてる余韻っていう風な表現に変えてしまってるので、それはね、それで一つのテクニックだったり表現方法なんですけど、でも単純に歌の難しさで言ったら、ビブラートをせずに一つの音をね、まっすぐ伸ばす。これがね、最高に難しいと思うんですけど、ここのポイントは、すごく長いフレーズなのに、鼓さんはね、音程ブレてないじゃないですか。これすごいですよ。もう一回聞いてみましょう。ほら、ほら。全然ブレないですもんね。いやー、恐ろしい。これは恐ろしいですね。しっかりと腹筋と背筋を使って歌を歌う癖がついている証拠ですよね。じゃないと、こんなに綺麗に音程キープできませんので、素晴らしいですね。次いきますよ。高いね。裏声に切り替えたポイントだと思うんですけど、地声とね、裏声の切り替わりがね、全然わかんないぐらいね、スムーズに切り替わってますよね。もう一回聞いてみましょう。ね、全然わかんないですよね。僕最初聞いたとき、高いところはミックスボイスかと思ってたんですよ。いや、すごいなと思って。でもレコーディングのビハインドの動画だったかな、ミーアイの。あれを見たときに、あ、裏声なんだなと思って。でも裏声なんだけど、地声の要素がちょっとだけ入ってるんですよね。ミックスボイスといえばミックスボイスだし、裏声と言われれば裏声っていう風なね、その境目ぐらいの声質を使っていたと思うんですけど、いや、こんなにいろんな声を使い分けられるって本当にすごいです。じゃあ次行きますよ。ここね、鼓さんとあやねさんのね、ハーモニー。ここは鼓さんソロのパートじゃないんですけど、このハーモニー僕ね、すごい好きで、抜粋してね、感想だけ述べて、解説をね、終わろうと思ってね、動画編集したんですよ。いや、ここのね、ハーモニー好きで、もう一回聞いてみましょう。もうね、ニヤニヤしちゃいますね。ここのポイントが、すごく僕聞くのが楽しみでですね、クリック何回も聞いてるんですけど、やっぱここのね、ポイント、こう、待ちわびちゃいますもんね。あ、もうすぐ来るな、とか、そういう風に思っちゃいますもんね。いや、いいね、アクセントになって、素晴らしいポイントだと思います。それでは、ミーアイ海老原つづみさん、歌声解説はこの辺で終了したいと思います。ミーアイ海老原つづみさん歌声解説していきました。すいません、解説中マイクの不具合でちょっと音声の方がね聞き取りづらかったと思います。大変申し訳ございませんでした。さあ日プの初期からですね、つづみさんの歌の成長度合いがねめちゃくちゃわかる内容だったと思うんですけれども、本当に進化の度合いが凄まじいですね。本当に歌が好きで、ものすごい努力家じゃないとここまでの成長っていうのはないなというふうに思っていて、やっぱりね、見えないところでの努力っていうのがね素晴らしいんじゃないかなというふうに僕は思います。そして僕もね遅くなってしまったんですけれども、日プガールズをですね1話から見始めました。いやもうね最初からもうね感動して泣いちゃいました。今ちょうどグループ分け審査が終わったところで、次から合宿かな、もうね続きを見るのが非常に楽しみでですね、毎日の楽しみになっております。日プガールズにね集中しすぎて動画の撮影の方をですね怠らないように動画更新の方も頑張っていきたいと思います。次歌声解説をするミーアイのメンバー誰なのか楽しみにしていただけたらなというふうに思います。それでは今回の動画この辺で終わりにしたいと思います。動画の内容を気に入ってくださった方はチャンネル登録高評価よろしくお願いします。ではボイストレーナーのつるさんでした。